今日はクリスピーチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、クリスピーチキンを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでもご紹介したと思うんですが、今回はですね、衣の代わりに天かすを使ってサクサクに仕上げていきたいと思います。さらに今回はですね、ささみ肉を使っていくんですが、お肉を柔らかく仕上げるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに衣以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、マヨネーズ、お砂糖、お醤油、料理酒、昆布茶、おろし生姜、おろしにんにく、こちらの材料を使って作っていきます。まず鶏ささみですね。今回1パック5本入りのささみを使っていきます。こちらだいたいね、5、6本ぐらい準備していただくといいかなと思います。そして今回下味をつけるときにマヨネーズを使っていきます。マヨネーズでお肉を漬け込むことでとても柔らかくてしっとりとした仕上がりになります。さらにですね、そこに料理酒とお砂糖も加えることでよりしっとりとした仕上がりになります。あとは味付けのポイントとしては昆布茶ですね。昆布の旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。こちらない場合はだしの素の昆布バージョンのものを使っていただいても OK です。それでは続いて衣などの材料をご紹介します。材料はこちらです。天かす、薄力粉、卵、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずですね、今回先ほどもお伝えしましたが、衣に関しましては天かすを使って作っていきたいと思います。あとはですね、天かすをつけるのに卵とね、薄力粉をお肉に絡めて仕上げていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、このささみのこの飛び出てる筋の部分ですね、こちらを取り除いていきます。全部取っちゃっても大丈夫なんですが、全部取るとね、お肉が裂けやすくなるので、今回はこのね、太い部分だけ取り除いていきます。そしたらですね、この筋がある方を下にして、はみ出ている筋をキッチンペーパーなどを使ってこのように掴みます。あとはね、包丁を優しく当てて、あとはこのように筋を引っ張ってください。そしてこのね、太い部分だけ取り除きましょう。裏面は今こんな感じです。それではね、残りも同じようにこのはみ出たね、ちょっと太い筋だけ取り除いていきます。はい、こんな感じでね、すべて筋取りしてください。そしたらですね、こちらの鶏肉を少し斜めにして半分に切り分けます。はい、このように半分に切り分けてください。鶏ささみはね、このように切ってください。ちなみに今回ね、鶏ささみを使ってますが、こちらは鶏胸肉を使って作っていただいても OK です。鶏胸肉もね、食べやすいようにスティック状に切ってみてください。そしたらですね、このようにポリ袋を用意してください。この中に先ほど切ったお肉を入れます。続いてここにお砂糖を入れてください。そしてまず最初にですね、お砂糖をしっかりすり込んでください。お砂糖に関しましてはお肉をね、しっとりさせる効果や、あとはコクを加えるためにね、使ってるんですけれども、一番初めにね、このようにすり込まないとお肉の中に入っていかないので、必ずね、一番初めにまずお砂糖だけね、しっかりすり込んでください。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなってくれば OK です。そしたら残りの調味料を合わせていきます。まずここに料理酒、そしてお醤油、あとはマヨネーズ、そして昆布茶、あとはおろし生姜とおろしにんにくを入れます。そしてまた同じようにしっかりとね、揉み込んでください。はい、 OK です。そしたらね、一度空気を抜いて口を軽く縛ります。はい、そうしましたらこちらをこのまま5分漬け込みます。はい、5分経ちました。口を開けます。状態はね、そんなに変わってないですね。こんな感じになってます。そしたらですね、ここに今度は薄力粉と卵を入れていきます。まず薄力粉ですね。続いてここに卵を直接ね、割り入れちゃってください。そしたらもう一度ね、しっかり混ぜてください。ムラにならないようにね、きちんと混ぜましょう。
はい、このようにしっかりなじませてください。それでは今からここに天かすをくっつけていきます。それではね、バットに天かすを広げてください。ここでお肉を取って、そして天かすをしっかりつけてください。はい、こんな感じです。このようにまぶします。それではね、残りも同じように天かすをしっかりつけていきます。はい、全部まぶし終わりました。このように天かすをしっかりくっつけてください。それでは今からこちらを揚げていきます。それではフライパンを用意してください。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。油の節約をしたい場合はね、小鍋などでやっていただくといいかなと思います。はい、そしたら火にかけます。このままですね、今回は160度から170度くらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになれば OK です。そうしましたらやけどしないように入れていきましょう。天かすが剥がれないようにそっと入れてください。はい、そしてこのまままず1分ほど揚げてください。ちょっとね、このすでに取れちゃった天かすは避けておきましょう。焦げの原因になります。お肉を入れてからすぐ裏返したりしてしまうと、このように天かすがね取れやすくなるので、入れてからはね一度そのまま動かさないように揚げてください。はい、今ね1分ほど経ちました。そしたらそっと裏返しましょう。サクサクですね。そして片面もまず動かさずに揚げてください。この時もねちょっと取れちゃった天かすは取り除いてください。揚げてる最中はね油跳ねには十分に注意して揚げるようにしてください。はい、これでまたね1分ほど経ったら裏返します。あとはね両面カリッとするまで揚げましょう。トータルでだいたいね4分から5分ほど目安に揚げてみてください。あんまり動かしすぎるとこのねカスがねどんどん溜まってくるので、あんまり動かさずにね揚げるようにしてください。切る大きさによってね適正な揚げ時間が変わってくると思いますので、こちらは様子を見ながら調整してください。はい、今ねちょうど4分ほど経ちました。小さいものはねもうこのように綺麗にカリッと揚がってます。そしたら取り出しましょう。こんな感じです。揚がったものからねどんどん取り出してください。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面はねすっごくザクザクに仕上がってます。それではね残りも同じように揚げていきます。2回目揚げる時はですねこのカスをきちんと取り除いてから揚げるようにしてください。では揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにねサクサクに仕上がってます。それではねこのままだいたい3分ぐらいですね油切りしてください。はい、これでクリスピーチキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。衣はねこのようにとてもザクザクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。この天かすの衣がサックサクですごく美味しいです。さらにね味もしっかり染みて食感もねしっとりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクリスピーチキンのポイントです。まず今回のクリスピーチキンなんですが、衣を天かすにしてます。天かすを衣にしていただくと本当にねすっごくサクサクに仕上がるので、ぜひやってみてください。そしてお肉なんですが、今回は鶏ささみを使用してます。こちらは鶏胸肉を使っていただいても OK です。その場合はですね食べやすい大きさに切って作ってみてください。そして筋鶏に関しましては、今回は少し太めの飛び出てる部分だけを取り除いてます。もちろんね全部取り除いていただいてもいいんですが、取り除くとね結構ね鶏ささみが裂けてしまったりするので、今回はね先の部分だけ取り除いてます。そして筋を取り終わったら半分に切るんですが、こち
ちらね、一口サイズとかにしたい場合はもちろん一口サイズに切っていただいても OK です。そしてお肉を切り終わったら一番最初にお砂糖をすり込んでください。砂糖をすり込むことで砂糖のコクが入るのと、あとはお肉の食感もしっとりとした仕上がりになります。そして今回鶏ささみを柔らかくしっとりさせるためにマヨネーズ、お砂糖、料理酒、こちらの3つを加えてます。この3つを加えて揉み込むことでとてもしっとりとした柔らかい仕上がりになります。そしてその後5分漬け込んで、漬け込み終わったら薄力粉と卵を加えてしっかり揉み込んでください。こちらね、ポリ袋だけで作れるのですごく簡単です。ただポリ袋をねちょっと使うのはなっていう場合はこちらの作業はボウルで行っていただいてももちろん大丈夫です。そしてその後ですね、天かすをつけるんですが、天かすはしっかりめにつけるようにしてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はだいたい160度から170度くらいの温度で揚げてみてください。そして揚げ始めなんですけれども、すぐ裏返したりしてしまうと天かすがね離れやすくなりますので、揚げてからだいたい1分ぐらいはね触らずに揚げてください。そして1分ぐらいしたら裏返して、そして片面もだいたい1分ほどはねそのまま揚げるようにしてください。あとはですね、表面がカリッとして火が通るまで揚げてみてください。この火の通り方はねお肉の大きさによって変わってくると思いますので、こちらは調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はクリスピーチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。